さあ、始まりました。ナスオ館長のムービームービング。今回は第1回、第2回、第3回に引き続きですね、この君たちはどう生きるかについての話をしていきたいと思うんですけども、この次の動画が第5回、君たちはどう生きるかの内容予想となっておりまして、その内容予想に行く前に、生から死に向かう宮崎駿という作家の話をしていきたいと思います。今回の動画を見ていただいた上でですね、金曜ロードショーで7月7日に放送される風の谷のナウシカ、そして7月21日に放送されるもののけ姫、そちらもですね、今回の動画を見ていただいた上で見てみると、より楽しくですね、この君たちはどう生きるかの予習に役立つと思いますので、今回はそういうお話をしていきたいと思います。この番組は、ムービーがムービングしていくということで、映画が動き出す瞬間を皆さんにプレゼントしたいという番組になっております。しかしですね、一つ一つの作品をもう深く話していくことはできるんですけど、そうするともう膨大な時間が必要になりますので、今回は生から死に向かう宮崎駿ということで、生と死というテーマ一箇所にですね、焦点を絞ってナウシカから風立ちぬまでお話ししていきたいと思います。僕のようにこれだけジブリの研究を熱心にしている人以外にとってはですね、と思う内容が出てくると思うんですけども、そういうもんだと思って聞いていただけたら嬉しいなと思います。それではまず宮崎駿のこれまでの流れをお話ししていきたいと思うんですけども、宮崎駿という作家はですね、自分が作った作品を自分で否定をして、その上にさらに新しい表現を積み重ねていくという積み重ね型の作家であるということが今回分かっていただけると思います。そんな宮崎駿の作品なんですが、今回の動画は大きな流れを掴んでいただくことが目的になりますので、彼の風の谷のナウシカから以降の作品をですね、前期、中期、後期という3つのパートに分けてお話をしていきたいと思います。それで最後に来る崖の上のポニョと風立ちぬに関してはですね、今回の君たちはどう生きるかにものすごく大きな影響を与えていると僕は思っているので、この2本に関しては第5回で詳しく話をしていくので、今回はさらっと終わらせていただきたいと思います。そこもですね、このナウシカからの流れが分かってないと理解できないわけですね。ということで、前期宮崎駿からお話ししていきたいと思います。前期の宮崎駿はですね、生の力に満ち溢れていた監督宮崎駿ということで、まず風の谷のナウシカ、そして天空の城ラピュタですね。これはですね、破滅していく世界、もしくは破滅したその後の世界、そんな世界の中で大きな責任を背負ってもその運命を受け入れて前に進んでいかないといけないという答えの出せない運命に生きるというメッセージで立ち向かっていく少年少女が描かれる作品になっております。そして3作目、隣のトトロ。この映画はシンプルにすごく見えるんですけども、宮崎駿が本人が言っているのが、最も理屈を考えてリズメで作った作品だということを話しているんですけども、その辺がですね、ものすごくややこしいので、今回トトロは割愛します。そして第4作目ですね、魔女の宅急便。これはナウシカ、ラピュタ同様ですね、厳しい現実と向き合わざるを得なくなった少女が描かれます。それも田舎の島の中から出たことがない社会を知らない過保護な少女からですね、島を出て社会と向き合っていくというその少女の思春期と重ねて描いていくというのがこの魔女の宅急便だったんですね。このナウシカ、ラピュタ、トトロ、魔女の宅急便というこの4つがですね、宮崎駿が四角形が完成したというふうに言っているんですけども、初期のこの4本が生の力に満ち溢れていた前期宮崎駿になります。続いてですね、生と死が混合するカオスな中期宮崎駿のお話をしていきたいと思います。第5本目ですね、紅の豚。この映画は戦争で死んでいった戦友たちと一緒に死ぬことができなかった自分の情けなさからですね、人間ではなく豚として生きていくという主人公、ポルコロッソを描いていく映画になっております。戦場で死んでいった戦友たちが遥か上空の空の上をですね、飛空艇の大群として飛んでいくと、そういうような形で、この紅の豚から宮崎駿の作品は死がちらつき始めると思ってください。そしてその次に作ったのがこのもののけ姫ですね。この映画は
森を殺す人間と森に生きる生き物たちが対立しているその間にですね、呪いを受けてたどり着いたアシタカが最終的には半人半神の存在となって、最後に森と人とのこの世界、その間を取り持つ調和をもたらす存在として生きていくという終わり方をする映画なんです。この映画の中では農民が農民同士で殺し合い奪い合う。武士は武士同士で奪い合いをしている。命の奪い合いをやめることができない人間たちが自らの生きる場所を確保するために森を破壊し、森の生き物を殺しながらやがては神さえも殺していってしまうという物語になっていたわけですね。しかしそんな混沌とした世界の中に最後の結論としては、もののけ姫のキャッチコピーにもなっている生きるというメッセージがあるわけです。そんなもののけ姫なんですけども、この紅の豚ともののけ姫、この2本がですね、生と死が混合するカオスな世界観になってきた中期宮崎駿作品なんです。そして皆さんが大好きな千と千尋の神隠しがあるですね、後期のお話をしていきたいと思うんですけども、作品の中から刺繍がプンプンに寄ってくる後期宮崎駿の話をしていきたいと思います。もののけ姫の次に作ったのが千と千尋の神隠しですね。クライマックスでですね、千尋は自分の兄である白を助けるために魔女のゼニーバのところに向かう海原鉄道という海の中をずーっと進んでいく鉄道のシーンを皆さん思い出してください。このシーンのことを広角機動隊などを監督しているアニメ監督の押井守がですね、この本の中でこれほどまでに美しく死後の世界が描ける監督は宮崎駿だけでしょ。あれはどう見ても三途の川でしょという発言をしているんですね。どういうことかというとですね、海原鉄道が三途の川だと思ってください。三途の川というのは渡ると死後の世界に行きますよね。その死後の世界にある白の魂を救うために顔なしが身代わりになってそこに残ってくれたという終わり方をしているんです。この千と千尋の神隠しという映画はですね、宮崎駿が作詞をして劇中では不採用になって使われなかった幻の曲があるんですけども、その曲、あの日の川という曲がありまして、その中の歌詞に書いてある誰かのために生きている私、私のために生きてくれた誰かというのが本当のテーマになっているということはあまり実は知られていないんですね。これが千と千尋の神隠しの次にハウルの動く城になると、もっと刺繍がプンプンする映画になってくるということなんです。続いてハウルの動く城ですね。これは現実ではなく架空のヨーロッパ、そして我々が生きているこの世界と別の世界線にある魔法が存在する世界のヨーロッパですね。そこで起こった第一次世界大戦の中でハウルとソフィーが出会うというお話なんですね。実は一時停止してみないとわからないんですけども、ハウルが空を飛んでいるその遥か上空からですね、地面を見下ろすとそこには塹壕が築かれてるんです。塹壕が築かれている戦争というのは人間の歴史で第一次世界大戦のメタファーになってるんですね。第一次世界大戦のヨーロッパではものすごくおびただしいほどの死者をですね出したという事実があるんですよ。その塹壕のあたりにはですね、おびただしいほどの死体が転がっているというのが現実なんですけども、そんなもうむごたらしい描写をですね、宮崎駿はしないんですよ。直接的には描かない監督なんです。なんですけど、塹壕自体を描くことによってどういう状況がこの地上にあるのかということを伝えてはいるんですね。そんな世界の中で最後は出会ったソフィーとハウルがその残酷な戦争の世界から離脱してですね、空の上で永遠の愛を誓って永遠に生きていくというですね、ある意味ものすごく身勝手な2人の恋を描いた映画になっているんです。ポニョと風立ちぬに関しては次回詳しくやりますので、本当にざっくりその生と死というテーマに絞ってですね、今回はお話ししていきたいと思うんですけども、続いて崖の上のポニョですね。この映画は実はグランマンマーレ、ポニョのお母さんによって世界が一度破滅している様子が後半で描かれます。そこで全てが海に覆われて死の世界に実はあれは突入しているんですが、宗介がポニョのことをずっと幸せにしていきますということをお母さんのグランマンマーレに約束したその契約によって世界がまた元通りに再構築されているという映画になっているんですね。
その証拠にエンディングのスタッフロールが流れている時の映像をですね、次回また見る機会があったら注目して見ていただきたいと思うんですけども、宗介とリサが住んでいるその街ですね、その街の様子がずーっとこう流れていくエンディングになっているんです。それね、よく見ていただくとですよ、リサと宗介が住んでいる家が売り地っていう看板が立っているのがプラスされていることと、劇中で描かれている宗介の家とこの街の位置関係がですね、エンディングの絵では逆転しているんですよ。つまり、このグランマンマーレが一度破滅させた世界を再構成した時に、世界は元通りのように見えているんですけども、左右が反転しているということで、この世界が一度再構成されたんだよということを実は伝えているんですけども、それに気づいている人はかなり少ないんです。そんなことでもうこのポニョに至っては、もう登場人物も全員一回死んでるということなんですね。そして次の話に行きたいと思うんですけども、風立ちぬですね。この映画の主人公、堀越二郎は、美しいものを作りたいというその一心でですね、日本を戦争に突入させ、日本が焼け野原になるきっかけになった戦闘機、零式艦上戦闘機、通称ゼロ戦というものを開発してしまうという人物なんです。風立ちぬの方もよく見ると刺繍がもうプンプンする演出がいっぱいあるんですけども、先にその内容を端的にお話しすると、海原鉄道を渡って死後の世界に足を踏み入れた宮崎駿は、この崖の上のポニョの中では自分のお母さんと、この風立ちぬの中では自分の亡きお父さんとの思い出にですね、向き合って、宮崎駿はお父さんとお母さんに対して複雑な感情を抱えているんですけども、その物語の中で2人と再会することによって自分の複雑な感情に整理をつけるという個人的な映画になっているというわけなんです。それがものすごく今回の君たちはどう生きるかに関わっていることなんですけども、それは次回の内容予想でお話をしていきます。流れをまとめていくと、前期、中期、後期とこの大きな流れですね。この大きな流れを理解していると、今回の君たちはどう生きるか、これで宮崎駿が何をしようとしてくるのかということが理解できてくると思います。ちなみになんですけど、千と千尋の神隠し以降ですね、すべての作品に魔女が出てくるということがあるんですね。そういった部分もですね、また機会があれば詳しく語っていきたいなと思うんですけども、今回は長くなってしまうので、この辺で終わりたいと思います。終わりになんですけども、宮崎駿というこの監督はですね、こういった内容を裏に含ませながらも、映画監督として子供たちに特別な体験を与えたいという思いがものすごく強いと。それがクリエイターとしての使命であると思っている人なんですね。なので、表面上ではエンタメとして成立させながらも、裏に分かる人は分かるテーマを入れてくるという監督なんです。というより、この人は絵で考える監督さんなんで、絵の中にそういったメッセージがちらほら滲み出てくるという表現の方が正しいかもしれません。スタジオジブリの作品が面白いと僕たちが感じる理由はですね、そのエンタメの作品の中に潜んでいるそういったものがチラチラ出てくる部分がですね、はっきりとはわからないんですけども、僕たちの頭の中に違和感として入ってですね、気になるとか、またもう一回見たいっていう気持ちにさせてもらえるんですね。これがスタジオジブリ唯一無二の魅力を持っているところなんです。宮崎駿の作品はただ面白いだけではないということがですね、誰もが感じながらもここまで追求して研究する人っていうのも珍しくてですね、なんですけど宮崎駿の作品の中に潜んでいるこの宮崎駿の作家性をですね、深掘りしていくことでジブリ作品ものすごく面白く見えてくるので、そういった部分をですね、今回のこの動画で垣間見ていただけたらすごく僕は嬉しいなと思います。ということで、第1回君たちはどう生きるかの最新情報のまとめ、第2回ポスターの鳥の正体は妖怪アオサギビだったという話、第3回追加情報のまとめ、そして今回の第4回生から死に向かってきた宮崎駿の作家性、それを踏まえた上で第5回この君たちはどう生きるかの内容予想をやっていきます。ジブリの奥深い世界を垣間見ていただけましたでしょうか。今回の動画面白かった、新しい発見があったよっていう方はですね、高評価ボタンを押していただいて僕のチャンネルを応援していただければと思います。そしてですね、次回君たちはどう生きるかの内容予想をやっていく回も楽しみにしていただければと思います。それでは皆さんご来場ありがとうございました。